今回は鈴木スイフトの60キロ走行燃費チャレンジの動画になります。車を買って調べてみたチャンネルのヒデさんです。このチャンネルは車についていろいろ調べたいことをアップしています。このチャンネルが気に入ったらチャンネル登録と高評価、そしてベルマークを押してもらうと次回の動画があなたの手元に届きます。インスタグラムやカーチューン、ツイッターなどの SNS もしています。そちらでは愛車の紹介や次回撮影予定の車、動画の告知をしています。よかったらフォローお願いいたします。では本編です。よろしくお願いします。はい、今回はスイフトで平均燃費測っていきたいと思います。神戸にある京橋から尼崎の方に向かって行きたいと思います。はい、尼崎、はい、結構でかいなこれ。ここ一応3号の、阪神高速神戸線となります。で、基本的にはクルーズコントロールを設定した上での燃費走行を測っていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。ではアダプティブクルーズコントロールが入っているので、そちらを設定します。はい、今設定入りました。この区間は、60キロから、80キロっていう風な区間になってまして、途中西宮から先が、3車線になる区間に入っていきます。この先左からの合流車両に注意してください。こちらのスイフトなんですけども、アダプティブクルーズコントロールが入っているということで、それの、性能もくるめてお話しできたらなと思います。中央維持については一応ついていません。逸脱もなかったので、アクセルを踏まず運転できるという機能になっています。そのアクセルワークをもう車に任した上での燃費を測定することになります。今前の車キャッチしました。これ鈴木の場合はレーダーと単眼のカメラなのかな、確か。ちょっと一旦それはパンフレットにある画像を貼っておきます。今燃費計の方が、出てると思います。ただ今マヤ付近で 21.9。 割り込まれた。割り込みもちゃんと反応しましたね。ただ普段乗ってるメインがレガジーのアウトバックになるんですけども、鈴木の場合のインフォメーションディスプレイに入ってるアダプティブクルーズコントロールについてちょっと今ふと思ったところなんですけど、ブレーキ周りのインフォメーションがオートでかけてる状態なのかどうかっていうのがちょっとないっていうのが今分かりました。なるほどって感じですね。軽トラはちょっと遅い。ここは抜きます。で、今アダプティブクルーズコントロールがついた状態でアクセルを踏んで加速を、足しました。アクセルを踏んでもアダプティブクルーズコントロールが切れることはないので、今みたいな速度の合わない車が出た場合でも追い抜きに関しては特に問題なくできるということになります。はい、今割り込み入りました。あれなんですけど、音なんないんですね。割り込みで入ってました。基本的には画面にインフォメーションが入るというふうに仕様としてはなっています。これ結構な燃費の伸びをするかもしれない。これ一応ガソリン車なんですけども、車重も多分ちょうど1トンぐらいやと思います。すげえな、グイグイ伸びてる。エンジンの回転数でいうとだいたい1200をキープしながら速度をだいたい今70ぐらいをキープしながら運転している状態になります。今日は雨模様でして、ちょっと不安定な天候のも
でもやっぱり車の機能にあまり過信しないように、常にやっぱすぐ操作できるような場所に足を置いておくべきかと思います。ちょっと渋滞なんで詰め気味にしときます。自己渋滞一瞬こんなな。今深江付近を過ぎて 27.2 キロ、一応今70キロに設定した上で運転してます。アダプティブクルーズコントロールの設定を入れた状態で運転しておるんですけど、ちょっと気になったことで言うと、前におる車の捕まえる距離っていうのが意外と短いのか、割って入ってきた。反応しましたね。前の車とだいたい100メートルぐらいで反応してるのかな。いや、今はでも今切れましたね。ということは、100メートルぐらい、車間100メートルぐらいをキャッチするんですよね。今回はあくまでも燃費について調べる、動画になってますので、高速道路を走行した時にその辺のことをお伝えできたらなと思います。その時にはだいたい乗り工事だったり操作系周りだったり高速走行時の印象的な部分を汲み取った内容でお伝えできたらといつも考えてますので、その動画がまた、でき次第アップしますのでよろしくお願いします。結構みんな速いな。だいたい多分普段ここら辺走ってる車の速度っていうのが多分80から100ぐらいで走ってんな。危ないな。もうすぐで西宮を過ぎるところになります。800メートルって書いてたらもうちょい先か。ちょっと阿波佐の方で渋滞してるか。この先左からの合流車両に注意してください。ストラーダの音声インフォメーションって結構声がでかいな。っていうかめっちゃ燃費が伸びてる。瞬間燃費の計測の方を一回見たいと思います。はい、めちゃくちゃ伸びてます。30キロ近辺まで行くんちゃうかっていうかね、ちょっと画面が反射して分かんにくい。ちょっと3車線になったら、80のメーターにしたいと思います。今普通にカーブに入ってるけど何の問題もない。高速走行時もそこまで気にやんないですね。でも高速の運転でやっぱフルコンがあるだけでこんだけ運転が楽になるって正直思わへんかったらすごい楽ですよね。こういう機能が今や新車になった場合だいたいついてますもんね。はい、今多分甲子園あたりをもう過ぎたかな。今目の前か。甲子園の、あたりですね。今前に甲子園が見えてきました。さあ一回ちょっと、平均燃費の画面に戻りましょう。もう30キロ超えてる。すげえな。30.2。すごい。後で Google マップで京橋のパーキングエリアから尼崎のパーキングエリアまでの距離をちょっとまだ測ってなかったんで、後で Google マップで測ったやつを上から貼っておきます。多分僕の予想、30キロちょっとぐらいやったと思います。設定を80ぐらいの設定に今切り替えていきます。
げえなほんま。標準でいろんな車につけるだけでも全然変わる気がするんだけど。はい、最終の燃費出ました。30になりましたね。30ということになりました。はい、結構やっぱ小型車ハッチバックめっちゃ伸びますね。 1.3 リッターでここまで伸びるというのはちょっと正直思ってなかった結果だということが今分かりました。今度100キロ出していい高速道路でも測ったりする予定なので、またそちらも動画が上がる、できましたら随時アップしていきたいと思いますのでよろしくお願いします。ではまた次回動画でお会いしましょう。ヒデさんでした。